1950年、朝鮮戦争の最中、一人のアメリカ人カメラマンがある奇跡を目撃しました。名はデビッド・ダグラス・ダンカン。ライカの母国ドイツをも驚愕させることになる男です。当時カメラといえばドイツのライカ、それが世界の常識であり絶対的な頂点でした。日本のカメラなど当時は誰も相手にしていませんでした。ただの安価な模倣品だと思われていたのです。しかし彼が手にした日本製のレンズはその常識を根底から覆したのです。この解像度は異常だ。ドイツ製をはるかに凌駕している世界最強オブ・ザ・光学技術が日本で産声を上げました。これが世界を驚愕させ、そして母に絶望させることになる日本の精密技術の幕開けでした。こんにちは、カルチャーショックジャパンです。今回は日本が強すぎてルールを変えられた歴史の産業編をお送りします。戦後の焼け跡からわずか数十年、日本配下にして世界の頂点へと駆け上がったのでしょうか。なぜ日本人はミクロン単位の精密さを極められるのか。そこには欧米が恐れた不気味なほどの執念がありました。1980年代、日本の勢いは止まりませんでした。カメラ、自動車、そして産業の米と呼ばれた半導体、特に DRAM と呼ばれるメモリ半導体において日本の品質は他を圧倒。故障率はアメリカ製の10分の1以下でした。世界シェアの半分を日本が独占し、アメリカの巨大企業が次々と倒れていく異常事態。ジャパン・アズ・ナンバーワン。その言葉はアメリカ人にとっての誇りを傷つける呪文となりました。このままでは全ての産業が日本に飲み込まれる。欧米諸国は真剣に恐怖を感じ始めました。そしてついに彼らは禁断の手段に出ます。技術で勝てないならルールを変えて封じ込める。そう、政治の力です。自由貿易の旗手であったはずのアメリカが自国の産業を守るために鎖国に近い政策に舵を切ったのです。日米半導体協定、日本製品に交換税をかけシェアを強制的に引き下げる。それは自由貿易の原則を無視した制裁でした。市場を歪めてでも日本を叩く、その執念は後の貿易摩擦の歴史に深く刻まれることになります。しかし本当に世界を震撼させたのは1987年に発覚したある事件でした。それが東芝機械事件です。ソ連の潜水艦が突如としてアメリカ海軍のソナーから消えた。音もなく深海を移動する幽霊潜水艦の登場です。静粛性、それは潜水艦にとって最大の武器であり国防の要です。その優位性が突如として失われたのです。原因を調査した CIA がたどり着いたのは日本の工作機械メーカーが輸出した巨大なプロペラ加工機でした。プロペラの形状を極限まで滑らかに削り出す技術、それがソ連のスクリュー騒音を劇的に軽減させていました。日本の技術が米ソの軍事バランスを根底から破壊してしまったアメリカの怒りは頂点に達しました。日本は自国の利益のために西側諸国の安全を売った。全米で激しいバッシングが始まりました。ホワイトハウスの前で東芝のラジカセをハンマーで叩き壊す政治家たち。その光景は技術への恐怖そのものでした。技術への称賛はいつしか恐怖へと変わりました。なぜ日本人にしかできないことがこれほど多いのか。ではなぜ日本人はこれほどまでに精密さを追求できるのでしょうか。その答えは意外な歴史の奥底に眠っています。江戸時代、日本には世界でも稀に見る細工物の文化がありました。資源の乏しい島国で限られた素材を
いかに工夫して使うか、その極致が精密なからくり細工でした。目に見えないゼンマイの歯車一つ一つを狂いなく削り出す職人たち、彼らを突き動かしていたのは利益ではありませんでした。自分の仕事に一点の曇りも残さない、その美学が数百年の歳月をかけて継承されてきたのです。お天道様が見ている、誰が見ていなくても神に恥じない完璧な仕事を仕上げる、その精神性こそが精密技術の源流だったのです。この目に見えない部分への誠実さこそが後にミクロン単位の誤差を許さない半導体製造を支えることになります。明治維新後、西洋の機械文明に出会った日本人はその細工物の魂を工業へと転換させました。西洋の論理的な設計に日本人の職人の感覚が融合した時、世界最強の製造装置が生まれました。ミクロン単位の誤差を許さない執念、それは欧米人にとって理解不能な怪物のようなこだわりに移ったのです。コピー品を追い越され本物を凌駕された欧米はもはや技術で太刀打ちできないことを悟りました。時は流れ、現代かつてのシェアは奪われ、日本は凋落したと言われることもあります。しかしそれは本当でしょうか。目に見える派手な家電製品のシェアだけを見て本質を見失っていないでしょうか。実は今も世界は日本の精密技術なしでは一日も回りません。世界の工場である中国やアメリカの最新デバイスもその心臓部を支えているのは日本製の素材と装置です。 iPhone の製造に欠かせない極小のネジ、世界中の半導体工場で使われるフォトレジスト、100万枚に1枚の欠陥も許されない化学薬品、その純度を極限まで高める技術は一朝一夕には真似できません。目立つ最終製品ではなく、誰にも真似できないブラックボックスとしての基幹技術、これこそがルールを変えてシェアを奪おうとする欧米への日本人の静かなる回答です。欧米がルールを変えて表面を奪い取っても、日本人はより深い核心の部分で勝ち続けているのです。不可欠な存在になること、ルールを作らせる側ではなく、ルールそのものが機能しない領域を守り抜く強さ。ルールが変わっても中身で勝つ、この強靭な適応力こそが日本のものづくりの真髄ではないでしょうか。精密さへの執念は今も日本の町工場から最先端の研究所まで脈々と受け継がれています。皆さんは日本が世界に誇れる最強の技術は何だと思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄で教えてください。かつての日本の勢いを知る方も今の技術を支える方も熱いメッセージをお待ちしております。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。カルチャーショックジャパンがお送りしました。